お疲れちゃん、主だよ。 CNC ルーターシャペオコくん使ってみるよ。前回ちょっと紹介しきれなかった掃除機で吸いながら切削をしたいカーバイド 3D というところから購入をした部品をね、つけてみたの。カチャンと装着すれば切削しながらここから削りカスを吸って出てくるという予定ですよ。おお、回っとる。あ、吸ってる。本当？ほうきみたいなの中に溜まって外へ吸い上げていくの。いいじゃないですか。下です。お疲れちゃん、主だよ。今日もね CNC ルーターシャペオコくん使ってみるよ。今日はね、何をするかというと、前回はこのディッシュビット、これを使って切削したところ、すごい綺麗に削れることが判明したので、今日はね本番をやっていきたいんだけど、その前に前回ちょっと紹介しきれなかった掃除機で吸いながら切削をしたいっていうので、カーバイド 3D というところから購入をした部品をね、つけてみたの。それで今ここのスピンドルモーターに、装着をもうこれしてあります。でホースは一応つないであるので、あとはここの部品をカチャンと装着すれば切削しながらこっから削りカスを吸ってこう出てくるという予定ですよ。でこれはどうなってるかというと、主の機械の脇を通ってさらに下、もうね見にくい。よいしょ。この奥にホースが出てきていて、ダクトを通してここが脱着できるようになってます。このホースがサイクロンに入って、両尾の掃除機で吸い上げていると。でゴミは分離をしてこの左のサイクロンのカンカンの方に入るようになっております。それでね、この掃除機は全開にするとすごいうるさいです。オン。これはうるさいので、実はここにスピードコントローラーっていうのをつけてます。これをつけることによって回転を下げることができるので、ある程度静かに、作業ができるんじゃないかと思ってるよ。それと今回、こちらのシャペオコアップグレードしたんですけれども、この掃除機を吸い込む装置と、あとは前回紹介したビットゼロ、これで、快適に、原点を出せるようになりました。ここで主の秘密の工場の紹介を改めてやると、1階がこの掃除機関係ですね。掃除機関係と収納。2階部分がちょっとしたデスクですね。それで、Mac がいて、この Mac で CNC ルーターシャペオコを動かしているよ。で3階部分、シャペオコの本体が左側に入っていて、右側はね、実は水冷のタンクとかポンプが入ってたりしています。あとはちょっと道具とか電源周りが入ってます。それで今まではここの Mac で、マウスで操作したり、ちっちゃいこのキーボードを使ったりして操作をしてたんだけど、どうもね、画面が下にあると上を見ながらパソコンの画面が見れなくて、なんか使いにくいなってずっと思ってたのね。そこで思いついたのが、使ってない iPad mini があったので、
これをサブディスプレイとしてここに設置しました。そう、操作画面をここに出してます。デュエットディスプレイというアプリを用いて、ここに画面を映し出しているので、そうするともうここでタッチパネルで操作ができる。ここで、動く速度とか変えて、よいしょ。非常に操作がしやすくなりました。これはかなり便利だと思います。しかもこれの固定がね、何にも固定してなくて、ここの溝になんかちょうどね、はまるんですよ。とても便利。ちょっとした移動もできますね。まあこれちょっと落ちたら怖いからなんか考えるかもしれませんが、こんな感じでアップグレードができたんじゃないかと思ってます。あとは屋上は物置、材料置き、あとはマグネティックタンブラー、バレル研磨機があったりします。こんな工場で何かを作ってるよ。それで、せっかくなのでアップグレードしたシャペオコを使って今日は何かを切削してみるよ。始まるよ。プー。さあ早速やってみたいと思うよ。今日はね、またアカシア集成材、こちらを削っていきたいと思います。いつものように、両面テープで固定をするんですが、使っているのは日東電工のナンバー510、これをいつも使ってます。それを、まず固定をしていきます。はい、しっかりと固定をします。そしたらまず、ここの材料の原点を出していきたいと思います。まずはエンドミルをつけよう。これね、刃のついてないエンドミルをつけたよ。そうしましたらこのビットゼロを角に置きます。このエンドミルをこの穴に入れます。はい、この穴に入りました。マグネットをつけて、これで一旦0点を出します。これで原点が出たようです。そしたらエンドミルを変えてディッシュエンドミルに変えるよ。それで Z 軸の原点を出していきます。 Z を選んではい、これで Z も原点が出ました。そうすると今この高さが 21.5 ってなってるよ。ってるのかな、測りたいね。疑ってるよ。 21.5 下げてみようか。 0.5、合ってるっぽいですね。さ
すがです。これで0点が出たようなので、いよいよこの部品を装着してみるよ。で、少し下げる。そうだね。ちょっと出るぐらいにしてみました。で、蓋をする。どうかな。そんで、いいよ。ご飯できたの？はい。後ほどだよ。よし、ファイルを選ぶ。デスクトップ。それじゃあ削ってみるよ。妻も来たよ。掃除機が見たい。ね、すごいことになってるけど。うん。鰹節の荒削りは見れないのね。どうなるかだね。歯医者さんがズボズボ吸うみたいな感じでしょ。そうだといいんだけどな。唾液の吸うやつみたいな。そう。行ってみるよ。なんでニヤついてるの？怖くてさ。ドキドキ。よし、来た。ここで掃除機オン。おお、回っとる。あ、吸ってる吸ってる。本当？見よ。ほら、見える？吸ってるの。本当だ。あ、すごいじゃん。平和ですね。そのほうきみたいなの中に溜まってそこへ吸い上げていくの。そういうこと？あ、これは散らからなくていいですね。ちょっと出るけど。もうちょっと下げてもよかったね。今日はほうれん草のおひたしはなしですね。そうですね。いいじゃないですか。やったね。これは買ってよかったんだ。これは買ってよかったね。いやー、やっぱ掃除機必要だこね。れはいいね。うん。いいじゃん。また後ほどだよ。はい、ディッシュビットが終わったようだよ。おお、すごい。なんせゴミがほぼ散らかってないっすよ。これはすごいぞ。完璧です。いや、すごいね。あとは、掃除機の凄さはとても分かったので、一回映してみようか。はい。これだけ削って、これくらいしか散らかってません。すごい優秀ですね。これは早く欲しかった。はい。こっからはまた得意のお皿を作り始めているので、続けてみるよ。なんか iPad が反応しなくなりました。まあいっか。いやー、またこれか。はーい、そんなわけでまたいつものお皿が完成しました。あんまり削りカスも飛び散らずに作業ができたので快適だったよ。はい、そしたら今日は切削したカスを、吸い取る、これなんていうの、集塵機と、あとはビットゼロ材料の原点を出すやつだね。プロービングっていうのかなを行うやつを使って、あとはディッシュビットも使って本番をやってみたんだけど、いつものお皿です。今日はこんな感じで切削をやってみたんだけど、
まああれですね、自分の道具たちが使いやすくなるっていうのはいいと思いますよ。掃除機もこれやっぱりつなぐのは大正解だったのと、あとはこの原点を出すのはすごい楽になりましたね。材料の X も Y も Z もこれがあればすぐ出ます。なんかね、いつもその原点出すのがなんか億劫だったんだけど、一発で出るからこれはすごく気に入ってます。それと今日そのなんかパソコンの画面がやりにくいからっつって iPad でデュエットディスプレイでやってたんだけど、なんか途中で、接続がなんか電気が足りないんだかなんだかわかんないんだけど、ちょっとうまくいかなかったね。これもかっこよかったんだけどね、気に入ってたんだけど、またこの操作関係はまた改めて、どうするか考えて、もう少し快適にしていけたらなと思ってるよ。主のチャンネルではこのような CNC ルーターを使った DIY と、あとたまにピクニックとか最近行ってないけどそんなような、動画を、アップしておりますので、よかったらチャンネル登録も頼むよ。そしたらまた何かを始めるよ。せーの、あつかるちゃんプー。あつかるちゃん、主だよ。CNC ルーター、シャペオコ3、マックが下に入ってて、機械が上に入ってるので、操作をするときにどうしても下みたい、上みたい、とてもやりづらい。そこで Amazon で購入したタッチパネル対応のタブリット、これをかっこよく取り付けて、アプリケーションをここで操作がしたいので、試作していきたいと思います。なんか、エンドミルがあんま良くないですか？これをえいってやると出てきます。